皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今、シリーズで、スポーツライター入門講座をやっておりまして、今日は6回目になるのかな、はい、6回目で、スポーツを想像するという話を。想像するはイメージのことですね。イマジネーション。スポーツ。要するに私なんかも、高級での野球っていうのはやったことがない人間で、もうそれこそソフトボールとか軟式野球しかやったことない人間が、これやったことのないスポーツをやるんではなくって想像しなきゃいけない。はい。それは100メートルのレースっていうのも、まあ、運動会なんかで走ったことはあっても、タータントラックっていうのは走ったことがないんで、一体どういうことかわかんない。サッカーなんかでも、まあ、高校の授業でやったことはあるけれども、それこそスパイクを履いてあんなスピードのあるようなサッカーなんかやったことがない。ということは、やったことがないからやらなきゃいけないのか。ところが、やらなきゃいけないとなったら、もうスポーツライターなんかできないわけですね。ところが、結構昔のプロ野球選手っていうのはそういうところがありまして、はい。はっきり言うとつまらない選手とか、監督に限って、お前野球やったかっていうことを聞くんですね。経験則ですね。野球やったか、要するに経験論ですね。もう野球やったかって聞く人もいたし、どこの高校っていうふうに聞く人もいましたね。甲子園出たっていう聞き方をする人もあって、いえ、私はバドミントン部だったんですけど、なんて言うと、野球やってないのみたいなことをね、某球団の T という監督が言ってましたですけどね、セリーグですけれども、まあ、想像してみてください。もっと他にも H という監督もそれを言ってましたし、U という監督も言ってましたね。どこの大学でやったのとかね。いや、すいません、大学も行ってないんですけど、なんで言うて、そんな経験もありますけれども、要するに経験をしているっていうことを、プロ野球の関係者は結構、重視している時期がありましたですね。で、それは陸上競技なんかもでもありまして、なぜそんなことがあるのかっていうと、スポーツをやった人が、記者になっている場合が多かったんですね。ですから、これのスポーツライター入門講座の前回にインタビューの話なんかもしましたけれども、新聞のスポーツ担当記者っていうのは先輩が多かったわけです。ですから、未だに多いですね。そう、未だに多いですが。私なんかフリーランスでスポーツやったことがないというか、まあそれこそ、一応ね、バドミントンでインターハイは出てるんですけれどもね、そんな何の自慢にもならないですけども、サッカーとかラグビーの試合のなんかに行きますとね、先輩で座ってる人がたくさんいましてね、おーいって言って呼ぶんですね。陸上競技もそうやったですね。選手を呼ぶわけです。こっち来いって言って、それでインタビューというよりもなんか、なんていうのか、知った激励というかね、そういうことをやっているような、まあ言ってみれば私に言わせればジャーナリズムとは決して言えないような状態が結構あったわけです。野球なんかでも結構野球の経験者が野球の取材をやっていた場合も多くって、全く野球やってませんっていう私なんかが入ってくると、なんだそれっていうような目で見られたんですけれども、経験者が経験があるからといって、よりわかるわけでもないんですね。野球のことが。これは、まあ言ってもいいから言いますけれどもね、名前は伏せて、NHK のクローズアップ現代という番組でね、まあ大リーグで、ベーブ・ルースの記録を上回るようなホームランを打つ選手が出たときに、要するにホームランとは何かっていう、このホームラン、ベーブ・ルースを上回るとはどういうことかみたいなことで、クローズアップ現代が特集をしたんですね。
はい。その時に私ちょっと打ち合わせの時間を申し訳ないことに遅れていきまして、うん。で、遅れて行って、私が行った途端に、司会の国谷さんが私に、野球にとってのホームランってのは一体どういうもんなんですかねみたいなことを言われたもんで、いや、ホームランなんてのは昔は記録にも残らないどうでもよかったんですよ、あんなものはって。外野の間をコロコロと抜けて、ランニングホームランしかないという時代から始まりましたから、ホームランが評価されたっていうのは、ベーブ・ルースからなんですよっていう話をしたんですね。はい。で、ベーブ・ルースっていう男が出てきて、ホームランをガンガン打ち始めると、ニューヨークタイムズなんかの古い記者がですね、あんな卑怯な打球は飛ばすな、なんていう原稿を書いてたんですね。あんな卑怯な打球を飛ばす、要するに、野手が手を伸ばしても取れないような球を打つ、打球を打つというのは卑怯であるというような記事をね、ニューヨークタイムズに書いたんですね。それまでのベーブ・ルースが出てくる前の素晴らしい選手っていうのはタイカップですね。はい、もう要するに4000本アンダー打った選手ですけれども、はいはい、要するにそれはもう一番素晴らしいのはプレースメントヒットですね。要するに狙い撃ちですね。要するに野手の間を狙い撃つ、素晴らしいので、ヒットを打ち重ねるって。これが、野球の始まった時の本質だったんですね。ですから、ある意味でイチロー選手っていうのがものすごく評価されたのは、そういう野球を再現したというようなところで、イチロー選手の評価が高まったところはあったんですね。ところが、ベーブ・ルースが出てきて、すごいホームランを打ち始めたら、ファンは喜んだわけですね。やっぱり高く飛んで遠くへ飛ぶのを見るとみんながうわーというようになるわけですね。それからホームランの時代が始まって、それをモダンベースボールとアメリカでは呼んでるんですよっていうような話をしたところが、私の横に座っていた、元ホームランバッターの野球解説者が、下をずーっと向いていて、黙って立ってトイレに行ったんですね。で、それで番組は始まったんで、無事に終わったんです。そういう話を私がして、で、その元ホームランバッターが、ホームランっていうのはすごいですよ、みたいな、かっこいいですよ、みたいな話をして終わったわけなんですけれども、はい、番組終わってから国谷さんに聞いたところが、その元ホームランバッターの野球解説者が、もう野球はもうの花はホームラン。野球はホームランに始まってホームランで終わるみたいな話をしてたらしいんですね。で私がそれを全部ぶち壊しちゃったっていうところもあったみたいです。これは経験した人が何も調べなくって喋ると、自分の経験だけで喋ると、こういう失敗することは結構あるみたいですね。こういうので経験論を私は全部否定する気は全くないんですが、経験の上で喋るっていうことはよほど気をつけないといけない。ただ逆に言うと、経験がない人間が想像だけで喋るのも結構気をつけた方がいい。例えば野球でキャッチボールをするぐらいはやっぱりしないといけなくって、プロ野球で使っている高級の球、ボールをグローブで受けた場合の痛さっていうのはどんなものかみたいなのぐらいはやっぱり知っておいた方が。投げると指痛いです、ね。指痛いとかね。それから爪にどのように引っかかるとかね。それからカーブを投げるときの滑り具合がどうなってるのかとかね。失礼。そういうことぐらいは知っておいた方がいいだろうし。というので私も、かつての、マサカリ東宝の、ロッテオリオンズの、大エースだった村田兆治さんの投げる球の、打席に立たせてもらったことはあります。ど真ん中のストライクに逃げ出しましたけれどもね。とにかく投げた瞬間に指で切る音がしたのは驚きましたね。ピシッピシッシューって風を、っていうか空気を切る音。切りますね。これはすごかったですね。いい経験してもらいました。具志堅選手、ボクシングですね。
具志堅選手はと一応リングで、グラブを交わさせていただいたこともありましたですね。なかなかできない体験でしたけど、ちょっとやってみるみたいなことがあって、もうぜひともっていう感じで、こう、形だけやったんですけれども、突然、本気で構えたような目をされた時には、怖かったですね。それと、脇腹をちょんとこう、具志堅さんに言わせると、触ったというふうに。でも痛かったですね。だから見えなかったですね。早いですね。なかなかすごかったですね。あと、経験として面白かったのは、高見山関と相撲を取らせていただいた時ですね。いやあれはもう仕切り線の前でこう、かがんだ。でかかったですね。山でしたね。山でしたし、ドンと来いって言われたもんで、思いっきりボンとぶつかったら本当に目から、星が出ました。私は、誤って横の壁のコンクリートにぶつかったかと思ったぐらいびっくりして、で、思わずバタンとこう、膝をついてしまって、上手出し投げかと思ったら見ていたカメラマンが何もしていないって言われましたけれども、姿もなかなかでしたけども、こんなもんです、経験っていうのは。でもそこから想像っていうのはどんどん広がると思います。夏目漱石も書いてますね。東京は広い、日本は広い、世界は広いけど頭の中の方がもっと広いということを三四郎の中で書いてますけれども、その頭の中での広さをやっぱりうまく使っていって、スポーツをしている人たちのこう瞬間瞬間をどれだけ想像できるかって。例えばその F1 ドライバーが F1 のパイロットですね、こう時速300キロで走っているときに体はどうなっているのか、腕はどうなっているのか、それはパイロットの人に直接聞くこともできますし、鈴鹿の 130R を回っている250キロでそのカーブをやるときに体がどうなるのかって。これなんかね、やっぱり胃袋が横に揺れるっていうようなことをね、やっぱり聞きましたね。これはなかなかすごいことだし、そういうのを聞いて自分で想像ができるんですね。で、昔の F1 の、最近の、なんていうか、ボディは違うらしいですけど、ガソリンを入れたガソリンタンクは、昔は仕切りがなかった。今はあるらしいんですね。ですけど、昔はなかったらしくて、ガソリンが右に左に揺れるわけですよね。それなんかも想像できるわけですね。これ右に左に揺れたおかげで、一番最初にホンダの F1 のエンジンっていうのは一気に焼けたらしいですね。要するにガソリンが少なくなってきて、全部端に寄ると、こう、ガソリンが渡らなくなるんですね。最後まで使えずに。だから本当は、吸い口に、要するにポンプつけとかなきゃいけないんですね、それをオートバイばかり作っていたホンダは、要するに、オートバイは、ガソリンのタンクが、ガソリンを出すところが、カーブで、オートバイと一緒に斜めになりますから、穴がきちんと下に来るんですね。その辺を失敗したとかって言うんですけれども、そういうことをもう想像ができるわけですね。今はなんか仕切りがついたらしい、ガソリンタンクの中で仕切りがあるらしいので、ちょっとどうなっているか私も詳しくは知りませんけれども、でもその中に電気の配線がすごく走っていて、そこを電気がこう通っているっていうこともある意味想像できるわけですね。で、私の想像で一番こう、知って面白かったのは熱気球ですね。熱気球っていうのは私もまだ乗ったことないんで、一回乗ってみたいなと思ってるんですけれども、下から見ると気持ちよさそうですよね。そーっと動いていてね。でどんな風に、風を感じているのかなと思ったら、風がないらしいですね。上乗ってる人たちは。要するに風と共に移動しているので。だからよくなんか詩やなんかでね、ポエムで、こう風になれとかね、風のように走ってとかって、風と一緒に走ったら風は感じないわけですよね。
これは熱気球を見るときも、だから熱気球乗った人に話を聞いたら面白いのは、何にも感じない。風と一緒に動いてるから。要するに地面と山が黙って横に動いてるっていう、こういう感覚っていうのは、インタビューで聞いて自分で想像できるわけですね。自分の拙い経験を足し合わせて想像する場合もあれば、インタビューで聞いて想像する場合もある。すべては想像ですね。ですから、オリンピックで金メダルを取った人、あの台の上に登った時の眺めはどんなものか。まあ別に大したことはないですよね。眺めだけで言うならば。でもその人の人生の過去の歴史を全部凝縮した中での眺めっていう風になると、また違ったものが見えてくるわけですよね。そのあたりも想像ということになるわけですね。だからある意味想像するってことは楽しいことです。面白いことです。いくらでもできることです。そうですね。想像するために少しだけ想像のきっかけを作る経験はしといた方がいいですね。私ももう最近この年になりましたから、野球のキャンプなんかに行くことなくなったんですけれども、今から20年ほど前に最後のキャンプぐらいに、巨人のキャンプに行ったことがあるんですけども、そこで巨人の選手やなんかが遠くでランニングしているとき、手前の方では、ボールが山ほど積んであるカゴがあって、横にボールを取るグローブがあったりした時には、もう見ているだけではつまんないので、ちょっと、キャッチボールやろうと言ってグローブとボール持って、昔はよくやったもんなんですね。それをやりたくなるのはわかります。やりたくなりますよ。練習見てるとやりたくなりますよ、やりたくなりますよ。だからキャッチボールやろうって言ったところが、ある記者、その時の記者が、私やったことないんですって言われたんですよね。その時はちょっと私も、おっと思いましたね。スポーツ新聞の記者がキャッチボールやったことがないっていうのも驚きかもしれないですけれども、子供の時にキャッチボールをやったことがない男の子が大きくなってスポーツ新聞に入るかというのは結構仰天しましたね。立教大学で教壇に立っている時に、クラスの全員が長嶋茂雄という人を知らないと言われた時のショックとかなり同じぐらいのショックだったですね、それはね。ありえますかね。昔はね、僕らの時代ぐらいまではもう男子の 99% はキャッチボールしてましたけど、もう今違うでしょうね。半分もやらないんじゃないか。違うんでしょうね。いや、ボール投げられない記者はいますね。私がアイオワの、アメリカのアイオワ州の、フィールド・オブ・ドリームズの球場を取材に行った時に、ツアーで行ったんですね。ビデオの買った人にそこを招待するという面白いツアーで、30人ぐらいの日本人を乗せたバスで、シカゴでホワイトソックスの試合を見た後、アイオワまで行くのに、8時間ぐらいかな。もうずーっとトウモロコシ畑の中を走って行って、それはそれでよかったんですけど、それを運転してくれたバスの運転手がでっかい黒人の人で、面白い優しい人だったんですけど、みんなが降りた後に、アイオワの野球場ですから、ボールもバットもあって、キャッチボールやろうって言ったら、やったことがないって言われた時が、アメリカの黒人の人で野球やったことないのって言ったら、俺はアメリカンフットボールしかやったことないんだっていう。でも少しはできるだろうということで、やったら、投げ方、面白かったですね。前から引いて前ですね。あれは子供の時に覚えないともう投げれないですもんね。投げれないですね。後ろから回すというのは普通なかなかできないみたいです。人間の体格的に、運動生理学的に変なことしてる。運動生理学的には前から来て前に投げる方が普通は自然みたいですね。
彼はそのアメリカンフットボールだから投げられるって言いながら。でもアメフトは冬だから夏はなんかやってたはずですけどね。なんか想像力の話の中から、経験の話ばっかりになってしまいましたけども、ちょっとぐらいの経験、ちょっとの経験と大きな想像っていうのが、スポーツライターには一番大事だということを、今日の結論にしておきましょう。はい。ということで、小崎さん、よろしく。はい。わかりました。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回の配信も楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。